こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はこれに気づけばよくわかる、本当は自分はダメなんかじゃないというタイトルでお話しします。自分はダメだな、何をやってもできないし、本当うまくいかない、情けないな、と思って落ち込んで自分を責めてしまう人に聞いてほしい話です。本当はあなたはダメなんかじゃありません。勘違いしているからそう思うだけなんです。次のことに気づければ自分はダメなんかじゃないっていうことがよくわかります。実はあなたにはある癖があります。癖は一旦身につくと自分の一部となって疑うことなくして自然とやってしまいます。普段自分がそれをやっていることも自覚していません。でも傍から見れば、あの人はこんな癖があるんだってはっきり見えます。あなたが自分は何をやってもダメだと感じるのはあなたの癖が原因なんです。その癖とはできないところだけにフォーカスを当ててできるところは全然見ていないことです。あなたにはあなたが感じる通りできないこともあります。でもできることもたくさんあるんです。それなのになぜできないところばかりに注目してできるところは全然見ようとしないのでしょうか。これが原因で自分はダメだなと落ち込んでしまうんです。誰でも自分が得意とすることと不得意とすることと両方持っています。自分はできないと感じる人は不得意ばかりしか見ていません。得意分野に気づいてそれに目を向ければ、私は不得意なこともあるけれども得意にできることもあるとわかります。できないところにフォーカスを当てるのはあなたの癖であり、あなたは気づいていないけれど偏ったものの見方です。周りの人たちがあなたを見れば、あなたには良いところもいっぱいあることをよく知っています。なぜそんな癖がついたのでしょうか。それは幼少期に親からの影響を大きく受けている可能性が高いです。おそらくあなたを育ててくれた親はあなたに非常に厳しかったのでしょう。あなたのできない点ばかりを指摘して注意した。上手にできなければもっときちんとやりなさいと叱ることが多くて、あなたがうまくやったとしても褒めてくれることはめったになかった。こんなこともできないのと呆れられたり、こんなんじゃダメでしょうとダメ出しばかりされました。おまけに、隣の英子ちゃんはこんなこともできるのに、あなたはできないでしょうと他人と比較されて劣等感を植え付けられた人もいると思います。親からの褒め言葉はほとんど聞くことがなく、けなす言葉ばかりを聞き続けていれば、あなたが自分はできない人間だと間違った思い込みをしてしまうのも当然です。パーフェクトにやらないとダメという厳しい完璧主義の親に育てられれば、どんなに自分が頑張っても親の期待には添えません。常にもうちょっと頑張らないとねなんて言われていれば、自分は足りていないんだと感じてしまいます。どんなに立派な人でも完璧にはできないのが人間です。それなのに無理なことを要求されて、高すぎる基準を満たせないからという理由で非難されました。どこの誰がそんな高い基準を満たせるのでしょうか。おそらくそうできる人はほとんどいません。幼少期から成人するまでずっとそんな親と一緒に住んで、いつもダメダメとダメ出しばかりされていれば、あなたは自然と自分のできない点ばかりに注目して、できる部分は全然見ないようになってしまいます。自分にも得意分野があることをすっかり忘れてしまうんです。癖というのはある意味とても怖いものです。無意識にやっています。習慣的になっています。自分ではほぼ気づいていません。自然と自分の一部になっています。
当然のこととしていつもやっています。その癖が自分にとって役立つことなら、それはとても素晴らしいことです。しかし、癖が自分を苦しめたり、良くない状況に導いたり、生活の質を落としてしまう悪いものなら、その癖のせいで自分は幸せになれないこともあります。自分のできないところ、足りないところ、不得意な部分だけに焦点を当てれば、その部分は実際のサイズよりもずっと大きく見えるようになります。フォーカスが当たらないできる部分、素晴らしい点、得意なことは本当のサイズよりもかなり小さく見えます。場合によってはできない部分が不自然なほど膨れ上がって、できる部分が見えなくなったり、隠されてしまったりすることもしばしばです。どこにフォーカスを当てるのかにより実際の見え方はだいぶ違ってくるものです。悪いところだけに焦点を当てるというのがあなたの悪い癖です。その悪い癖のせいであなたは不必要に自分自身を苦しめています。ただ悪い癖だと言っても、その悪い癖を身につけたのはあなたのせいではありません。あなたが育った環境や親の育て方があなたにそんな悪い癖をつけさせてしまったんです。だからあなたは自分を責める必要はありません。でも今あなたは自分の悪い癖に気づけました。今後その悪い癖を捨てて自分自身を幸せにするのはあなたの課題であり、あなた自身が動く必要があるんです。親を責めたところでどうしようもありません。あなた自身がその悪い癖をやめて、自分をもっと良い方向へ積極的に導くのはあなたが主体となってやることです。爪を噛む癖を直したいと思ったら、最初は意識して噛まないようにする必要があります。今までずっとやってきたことを急にやめようと思えば、それはなかなか大変なことです。でも意識してやらないようにするんです。噛まないようにしようと頑張っていても、時には気づいたら噛んでいたなんてこともしばしばです。そんな時自分を責める必要はありません。噛んでいることを自覚したら、再び噛まないモードに戻してあげます。しばらくの間は意識的に頑張ることが重要です。でもそのうちに噛まないのに慣れてくれば、噛む頻度も徐々に減ってきます。ここまで来たらゴールは近いです。あなたの悪い癖であるできないことばかりにフォーカスを当てることも、最初は意識的に努力することが必要です。できない部分ではなく、できる部分を探すように意識してみることです。中には自分にはできること、得意なことは全然ないという人もいると思います。でもこれは間違いです。自分が気づかないだけで絶対にあるはずです。自分でわからないときには、あなたの仲良しの友達に聞いてみるのもありです。あなたの良いところを教えてくれることでしょう。あなたはすっかりできないこと探しの名人になったから、できること探しはなかなか難しいかもしれません。それでもできること探しをやってみるんです。やっている最中にできないこと探しが始まってしまうかもしれません。今までずっとやってきたことだから、自然とやる癖がついて気づいたらやっていたなんてことも珍しくありません。それでもがっかりしなくていいです。気づいた時点でできないこと探しは横に置いておいて、できること探しに専念するよう努めてみるんです。そうするうちにあなたの中で何かが変わってきます。あなたは確実に自分の変化に気づくでしょう。少しずつでも自分の良いところ、できるところが見えてきたと嬉しくなることだと思います。そうなればあなたの勝ちです。これからもずっとできること探しに専念してください。きっとあなたは今までよりもずっと自信を持って幸せな気持ちでいる時間も長くなります。今回の話をまとめれば、自分は何をやってもダメと情けなく思う人はできないこと探しの名人になっています。名人なのにそのことに自分は全く気づいていません。
まずはこれに気づくことです。気づいた後には意識して悪い癖を捨てるようにします。そして今度は意図してできること探しの名人を目指すことです。今までの自分の偏った思考癖に気づいて正すことで自分に対する感じ方も随分違うものになります。自分はできない人ではありません。できない部分もあるけれど、できる部分もたくさんあります。人間は誰でもそんなもんです。できること探しをたくさんして幸せな時間をもっと増やしましょう。ということで今回はこれに気づけばよくわかる本当は自分はダメなんかじゃないというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。